皆さんこんにちは、キスケです。本日は全スパーキング最強キャラランキングやっていこうと思います。はい。いつも通りですね、いいから神の10段階評価で評価つけていきます。関東統一ランキングで、よろしくお願いします。で、各ランク帯の、目安として、こういうものを置いておこうかなと思います。だから E から B はちょっとね、PVP で使うのは厳しいんじゃないかなって個人的に思ってるんで、何かの一つのね、目安になればなと思っております。ということで早速、E ランクから見ていこうと思います。こちら。はい。E ランク。ちょっと今回はね、サクサクっといこうかなと。毎回言ってるけどね。毎回言ってんねんけど、サクサクっといこうかなと思います。E ランクは変わり映えはしてません。ゼロ。なので、特に言うことはないかなと思います。で、変わり映えがしないってことは、覚醒してほしいキャラクターも一緒ということで、今回はいいかな。はい。E ランクだけにね。ということで、お次は D ランク。はい。見ていきましょう。こちら。はい。D ランクも変わり映えはないですね。次行きましょう。お次は C ランク。はい。C ランクも変わり映えがないですね。だってね、オールスターで追加されたキャラクターと、前回覚醒したロゼが追加されたっていう形にはなってるんで、こんなもんなのかなとは思うんですけど、ちょろちょろっと書いてるところもあるんで、その辺を注目して、見ていただければなと思います。ただね、個人的には、ウルトラ海洋圏悟空が追加されたでしょ。なので、赤色でめちゃくちゃ強くこう全開覚醒してくれれば輝くんじゃないかなとは、思いますよね。その前回のランキング動画とは違って、赤色の価値っていうのが少しは上がったんじゃないかなって個人的に思うんでね。うん。だからこの辺りですよね。この辺りどれか覚醒すれば結構面白いことになるんじゃないかなって思うんやけど、現状は、そうね、この辺が覚醒してもっていうところではあるかな。ということで C ランクでした。それではお次 B ランク見ていきましょう。こちら。はい。B ランクになります。確かね、B ランクにロゼが、いたと思います。ここに。一つ穴が開いてると思うんですけど、B ランクからは、出したという形になります。ただね、B ランクに関しては、そのもう救いようのないキャラクターっていうのがもちろん存在していて、例えば、もうこの辺ですよね、もう全開覚醒してしまったキャラクターは正直もう活躍する場面はないんじゃないかなって思うんですよね、正直。ただ、何があるかわからないんでね、レジェンズって。例えばさ、ベジータブルーいるでしょ、紫の。紫染めとかに入ってる。あいつって、そのフェスティバルが開始される前までは、もうほんまに見向きもされなかったキャラクターなんですよ。それが、紫染めっていうパーティーがね、PVP で戦っていけるっていうことになって、大出世したと。だからワンチャン、何かが起こるかもしれない、正直。それは分からんけど、でも全開覚醒してしまったら、先はないんじゃないかなって個人的には思うんですけど、こんなもんなんじゃないかなって思います。ということで B ランクでした。お次は A ランク見ていきましょう。こちら。はい。A ランクになります。もう覚醒しちゃったキャラクターも結構いますね。個人的にはさ、この元気玉悟空、なんか新しくリメイクして作ってほしいなとは思うんだよな。せっかくね、復活フリーザっていう、同じシーンの、フリーザが登場したんで、こういうところでね、結構人気な場面だと思うんですけど、元気玉悟空を追加してもいいんじゃないかなって個人的には思うんだよな。レジェンダリーフィニッシュ持ちとかでね。ただ最近はほんまにサイヤ人の強化が止まらない。止まらんでしょう。海洋圏、ウルトラ海洋圏も出たし、悟空ベジータもいるし、ウルトラゴジータもいるし、もちろんウルトラレアリティのキャラクターをね、サイヤ人で作れば売れるっていうのは、当たり前の話ではあると思うけど、そろそろ敵役のウルトラキャラクター出してあげてもいいんじゃないかなって
思うんだよな。その無料キャラとかじゃなくてね。次あたりに敵キャラのウルトラ出してもいいんじゃないかなって思うんやけど、まあ結構勇気いることでしょうね。運営からすると。さすがに売り上げに直結するウルトラレアリティのキャラクターをまあ敵役で作るのは結構難しいかな。まあ無料キャラのウルトラやったら、シェンロンがいるんやけど、結局全然見ないんでね。強いとは思うんやけど、もうちょいがっつりとね。僕のおすすめは最終形態クーラーをウルトラレアリティとして出してあげれば、系譜使いの皆さんは多分涙流しながら弾くと思いますよ。っていう感じですね。A ランクでした。で、A ランクに関しては、覚醒すれば、結構、なんかね、頭一つ抜けて強くなるんじゃないかなって思うキャラクターはちらほらいるかなと、思いますね。例えば、赤バーダクとか、先ほども言った通り、赤色で、なんかね、がっつりぶっ壊れた、覚醒キャラクターを追加してあげるっていうのもいいと思うんで、この辺のバーダックなんてね、ありなんじゃないかなとは思うんだよな。ロゼがね、正直そこまでだったでしょう。強いことは強いんやけど、なんか赤色環境に変えるみたいな、それぐらいのスペックを持ってるわけではないので、何かね、ドカンと、ガツンと出してあげてもいいんじゃないかなって思います。ここの赤色全部覚醒していいんじゃね？この唇以外。この赤の5体ね、覚醒してもいいんじゃないかなとは思うんやけど、さすがにソウルが足らないということで A ランクでした。お次は S ランク見ていきましょう。こちら。はい。S ランクになります。S ランクは、その、覚醒キャラクターが、増えてきたっていう形にはなるかな。多分ね、S とか S プラスぐらいに、なんか、前回覚醒キャラクターが雑に放り込まれると思います。今後覚醒したキャラクターとかね。やっぱり、前回覚醒が無料でできるようになって、それ以前からなんやけど、スペックがね、ちょっと抑えられてきたんで、強さ的に。前みたいになんかよだめ 50% もらいましたみたいな、そんな爆発的な変わり映えのあるキャラクターっていうのは、今後登場しないんじゃないかなと個人的に思ってるんで、リミテッドの覚醒とか以外ね。だから、この辺に着地するんじゃないかなとは思いますね。別に戦えないことはないんですよね。別に今の PVP の環境でも最終形態クーラー使えるとは思うし、ブロリーチライとかね、ビルスもね、別に使えんことはないと思うんで、これぐらいかな。なんか物好きが使うみたいな。あと、足らないからみたいなね。復活フリーザ持ってないから最終形態クーラー使うっていう。そういうのは全然ありだと思うんで、別に弱いわけではないのかなっていう S ランクあたりから、僕はそう思いますね。次の覚醒、魔人ベジータとかでいいんじゃないかなって個人的には思うんやけど、順番的にはベジットブルーが先なんですよね。結構コメント欄で突っ込まれたんやけど、ベジットブルーか。でもベジータブルーが覚醒したばっかやから、まだもうちょい先なんじゃないかなっていう。来たとしても4周年。それぐらいの感覚になるんじゃないかなとは思います。ということで S ランクでした。お次は S プラス見ていきましょう。こちら。はい。S プラス。S プラスになってくると結構強いかな。そこそこ。最近見るキャラクターだとバドスとかね。で、あと、ベジータブルーは、フェスティバル開催時から結構ね、使ってる人は多いと思うんやけど、最近バドス見るよね。バドスと、覚醒ベジータブルーと、ウルトラ海洋圏ブルー。その3体で戦ってくる人が結構増えた気はします。強いね。強い。受けキャラがいないにしても、バドスで手札破棄で受けれるし、特殊カバチェの打撃あるしね、ウルトラ海洋圏が。で、火力は十分、覚醒ベジータブルーとウルトラ海洋圏ブルーが取ってくれるんで、全体回復持ってるバドスとかね、待機カウントを短縮持ってる特殊とか、使い勝手はいいよね。たださすがに柔らかい。めちゃくちゃ柔らかいですね。最近、系譜で PVP ちょろちょろっと回ってるんやけど、なんか、フルパワーフリーザってさ、ドロ速持ってるでしょ。だから、バドスで受けられたとしても、気力貯めたり、ステコンとかしたら、アーツ引っ張ってくるんですよね。でそこに、バドスが出てくるわけやから、
もうほんま射撃2発ぐらいでもう瀕死みたいな形になっちゃうんだよな。まあその辺はね、もうしょうがないのかなとは思うんやけど。まあでも覚醒したらだいぶ変わりそうやね。うん。ただまあ当分先じゃないかなとは思いますね。うん。っていう形でした。S プラスはこんなもんかな。まあ無料のウルトラキャラクターはこの辺に落ち着いてるっていう形になります。ではお次 Z ランク。まあこの辺りからだいぶ変わってくるかなと。さらに変わってくると思います。Z ランクはこちら。はい。Z ランクになります。新キャラクターの覚醒ロゼが Z ランクにいます。まあ正直1個下げてもいいかなとは思いましたね。うん。別に S プラスでもいいかなとは思ったけど、まあ実装されてすぐなんで、まあ一応 Z ランクぐらいに置いといたっていう形になります。まあだから次のランク帯とかでは、ランク帯っていうか、ランク動画では、まあ1個下がってる可能性は十分あるかなという形にはなるんですが、まあ結構ね、前回アビリティがちょっと尖っちゃったっていうところがあって、前回アビリティ枠としても、若干微妙。レッドかつ強大な敵でしょ。これがレッドかつ神の木とかだったら、まあワンチャンね、4周年とかで身勝手の極みとかが実装すれば前回アビリティ枠として、まあ使えるんじゃねえかなとは思うんやけど、強大な敵やからな。そこで尖っちゃったかっていう別に普通に髪の毛でよかったやんって個人的には思うんやけど、まあ、普通やね。もうすごい普通のキャラクター。場に出て、殴って、必殺で出血付与して帰っていくみたいな。で、試合中盤後半になった時に、メインで属性相性振り向こうを使って、まあ殴っていくっていう。なんか、すごいシンプルな性能に落ち着いたのかなっていう感じかな。個人的にはなんか、ね、カマロゼみたいにアーツドローあってもいいんじゃないかなとは思ったんやけど、すごい普通。決して弱くはない。ただなんか飛び抜けてぶっ壊れてんのかって言われると別にそんなこともない。ワンチャンその赤色がね、まあ不遇不遇って言われてるけど、まあ最近はもう変わりかけてはいるんやけど、まあそのせいかもしれへんけどね。うん。赤色がちょっと戦いづらいから、ここにいるっていうだけで、まあ、ワンチャン化ける可能性はあると思うんやけど、まあでも Z 以上にはいかないでしょう。うん。まあ個人的には Z ぐらいで、Z もしくは S プラスぐらいで落ち着かせるのが一番いいのかなとは思います。で、まあ他に無料キャラクターとかね、ちらほら入ってるかなとは思うんやけど、最近の無料キャラクターはほんまに優秀ですよね。そのガシャから出てくるキャラクターのインフレがすごいじゃないですか、最近。まあ一番新しいガシャで言うとオールスターですよね。ウイスとか、天使ゴールデンフリーザとか。あいつらほんまにもうちょいステータス高かったらレジェンズリミテッドのキャラクターとしてね、成り立つんじゃないかっていうぐらい性能盛られてるんで、まあそれぐらいしないとオールスターは引かれないっていうことが多分運営にバレたんでしょうね。みんなオールスター引いてない人マジで引いてないでしょ。で、4周年も控えてるんで、まあそれぐらい性能を盛り込んだっていう形だとは思うんやけど、まあそれに伴って無料キャラクターの性能もやっぱり上がってきてる。うん。この悟空なんてね、そのカバチェンで出してあげればパニッシング取るからね、そんなことあるっていう。なんなら新能力じゃない？カバチェンで退治したらパニッシングゼロにするっていうのは。まあ、だから新能力が無料キャラクターにつくっていうのはなかなかね、斬新だなとは思うんですけど、まあ最近の無料キャラクターは足りない色を補ってくれるそこそこいいキャラクターが揃ってるんじゃないかなと思います。ということで Z ランクでした。お次は Z プラス見ていきましょう。こちら。はい。Z プラス。新キャラクター Z プラスに入れておきました。ゴールデンフリーザとウィス。まあ悩んだね。すごい。すごい悩みましたね。まずウィスからいこっか。まあウィスに関しては、正直 Z プラスかなとは思ってましたね。うん。もう新能力ブラインドがやばすぎて。やばすぎんブラインド。最近のさ、PVP ってさ、まあフェスティバルからやけど、なんか泥足とか、必殺とか、特殊でアーツドローとかでさ、めっちゃコンボつながるやん。で、特殊カバチェンミスったら、もうなんかそのまま
体力半分ぐらい削られて半壊しちゃうみたいな。で、ワンコンライジング余裕でしたみたいな、環境ではあるんやけど、まあそういうパーティーにウイスを採用してブラインドして相手に攻めさせない。で、こっちは自由に攻めていける。で、その超高火力環境ではあると思うんで、一回コンボ取られたらそのまま落としきられちゃうっていう環境でブラインドはなかなかやばいんじゃないかなと思うんだよな、正直。10カウントでしょ、しかも。長いよ、10カウントは。うん。ちなみに、1回だけ食らいましたね、僕。動画外で。1回だけ食らったんやけど、マジだるかったわ。マジでだるかった。手札が打撃と射撃のみとかやったらよかったんやけど、なんか特殊とかさ、必殺アーツとか、わりかし、ね、簡単にポンポン押したくないアーツにブラインドがかかっちゃうと、やっぱり強いよね。遠距離必殺とかさ、特に突進系の必殺アーツ持ってるキャラクターがブラインドされてしまうと、めちゃくちゃめんどくさいと思うんで、このブラインドは、やっぱ脅威だと思いますね。個人的には。で、所持アーツに特殊アーツを持ってるんで、いろんなキャラクターと組み合わせれるっていうのは優秀なところなんじゃないかなって思います。リーダー枠も実装されてるんでね。最近で言うと、特殊アーツでアーツ引っ張ってくるウルトラ海洋圏とかさ、特殊アーツで必殺を引っ張ってくる悟空ベジータとかさ、特殊アーツ優秀なキャラクター多いでしょう。範囲特殊とかでもね、組み合わせてもいいでしょうし、所持アーツに特殊アーツがあるっていうだけで、結構優秀なのは間違いないんやけど、自分で特殊打っても強いっていう、結構ぶっ壊れたキャラクターなんじゃないかなと個人的には思います。で、ゴルフリ天使ゴールデンフリーザ、こいつに関してはもうちょい上げたいなとは思ってるんですよね。ただゴッドランクではないんじゃないかなって思うんですよね。なんかダブル Z とか増やしてえなって思うんやけど、強くない？天使ゴールデンフリーザ。僕がその悪の系譜を使ってるっていうのももちろんあるんやけど、しみじみ思いますね。マジで性能がなんかモリモリというか、特にやっぱりフルパワーフリーザとかと組み合わせて使うことが非常に多いキャラクターだと思うんですよね。リミテッドのフルパワーフリーザと。で、こいつ攻撃終わったら相手の攻撃がドラゴンボール1個破棄するんですよ。で、それが確か発動回数2回だったんで、フルフリと組み合わせられちゃうと、もうそれだけでドラゴンボール5つどっか行っちゃうんで、やばいよね。これも結構やばい点だと思います。で、受けたダメージの 30% 回復も持ってるし、アーツドローで体力回復、気力回復も持ってるし、よだめアップも持ってるし、なんか最終的にはほんまに普通に 150% ぐらいよだめ乗った状態で殴ってくるんで、めちゃくちゃ強いと思うんだよな。めっちゃ嬉しい。こんな強く作ってくれて嬉しいなとは思うんやけど、なんか前世紀のさ、変身悟空ブラックみたいな性能してるよね。ただこっちの方が優秀だとは個人的に思うんやけど、特殊アーツで出血付与して必殺アーツドローしたりとか、必殺アーツに極出血ついてたりとか、もうすごい削る能力っていうのは非常に強いと思うし、で、受けとしても特に問題ないんですよね。もちろんこいつだけで受けてやろうっていう気でいると簡単に死んじゃうんやけど、例えば相手のコンボ終わり、必殺で締めようっていう人結構多いじゃないですか、救急カーツとか。で、そういうタイミングでゴールデンフリーザ出してあげると、30% 回復もついてるし、使ってなければドラゴンボールハケもついてるし、超使いやすい。マジで強いと思うんだよな。ただゴッドランク入れてもいいんじゃねって思うんやけどな。実装されたばっかりなんで、保守的に Z プラスあたりに置いといたっていう形にはなるんやけど、マジ強いと思います。マジで強い。久々に来たなっていう。オールスターでここまで性能盛り込まれてると、マジでやばいよね。だってさ、見てや、右隣。同じオールスターとは思えないぐらい差があるでしょ。ただ海洋圏も海洋圏で強いんやけど、ゴールデンフリーザーと比べちゃうとなんか見劣りしてしまうみたいな。ただその合計で10個 10段階で分けてるんで、どうしても Z プラスの中でも上下はね比べられちゃうっていうところはあると思うんやけど、
いや、ゴルフリどうかな。まあこの辺はね、やっぱり僕だけの意見じゃなくて、コメント欄とか見て、まあゴルフリは神でもいいんじゃないかみたいなコメントが多いようであれば、まあ次のランク動画では、まあ神に入ってる可能性はありますね。うん、十分ある。それぐらい強いんじゃないかなって思います。それか海洋圏国が落ちてるか。うん、相対的に Z プラスを減らして、ゴルフリを目立たせるっていう、そういう手法を取るかもしれへんねんけど、まあ、個人的にはすごく満足のいく、キャラクターなんじゃないかなって思います。系譜使いはマジで引いた方がいいと思います。景色変わるよ、マジで。はい。ということで Z プラスでした。ゴールデンフリーザに関して喋ったんですけど、めちゃくちゃ長かったね。ということで Z プラスでした。お次はゴッドランク見ていきましょう。こちら。はい。ゴッドランクになります。まあ、ここも変わり映えは特にないかな。で、個人的に思うのが、まあ、キラベジを下げてもいいんじゃないかなって、最近思ってきましたね。うん。減ったね。キラベジ。まあやっぱりウルトラ海洋圏が実装されてるんで、ウルトラ海洋圏持っててキラベジ使うっていうのは、どうなのかなと個人的には思うんでね。うん、まあ、下げてもいいかなとは思いますね。キラベジ下げてゴルフリ上げようかな。系譜ひいきみたいになっちゃうけど、まあそれぐらいしてもいいんじゃないかなとは思います。ただまあ周りのキャラクターはゴッドランクで問題ないのかなって思います。やっぱりベジットも無難に高火力で泥速もあって強いし、踏ん張り向こうの究極もあるし、で、バーダックも強いよね。体力回復、バニシング回復、手札破棄、何でもできるんで、めちゃくちゃ強いと思います。まあ、石板はもういいよね。で、まあ、割かし新しいベジータブルーも、まあ、実装された当初は、まあ、最近実装されたんやけど、なんかね、アーツドローと同時に気力回復が欲しかったなとか、究極アーツに踏ん張り向こうついててよかったんじゃねとか、まあそういうことは思うんやけど、ついてたらやばかったね。今でもやばいやん。今でもめちゃくちゃ強いし、やっぱりすごい優秀なユニークフラグメントもあるんで、まあまあこれぐらいが無難だったのかなとは思うんやけど、まあそれでもゴッドランクに入るぐらい、まあ今ではめちゃくちゃ強いキャラクターなんじゃないかなって思います。はい。そんなもんかな。ジレンとかも強いしね。範囲特殊に手札破棄ついてるのわけわからんぐらいやばいし、だいぶ強いと思います。ということでゴッドランクでした。それではゴッドランクの上、全王ランク見ていきましょう。こちら。はい。いつも通りのメンツになりましたね。まあ、ここにキャラクターが追加されるタイミングはおそらく4周年あたりになるんじゃないかなとは思うんやけど、ちょっと楽しみやね。どれほどぶっ壊してくるのかっていう。うん。で、まあ、全王ランクの3体は、特に文句なしだと思います。正直。一番文句出ないランク帯が一番上なんじゃないかなと思うんやけど、まあ、悟空ベジータ、ウルトラ海洋圏ブルー、ウルトラゴジータ、もう全部強いね。全部強いし、全部流行ってるし、最近だとウルトラ海洋圏が一番多いかな。多分。まあ、やっぱり性能が破格。うん、ユニークゲージ持ってるだけで、まあ、だいぶ違うし、ユニークゲージの溜まりようもすげえ早いんで、特に問題なく使っていけると。うん、それをセルにしてあげたかったっていう形ではあるんやけど、まあまあまあ、全王ランクは特に問題なく、決めれましたね。まあ一番悩んだのはゴルフリかな。ゴルフリとゴッドランクのキラベジとか、うん、そのあたりがちょっと悩んだかなと思います。ということでいかがだったでしょうか。まあ今回はオールスターで追加されたキャラクターと、ロゼが覚醒したということで、全スパーキング最強キャラランキング作ったんですけど、よければ感想をコメント欄とかでどんどん書き込んでいただければなと思います。よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。